おはようございます。たかしです。本日は7月13日水曜日、ただいま8時4分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日冷やしは下髭の陰線となっております。かなり分かりにくい動きをしてきてますね。一旦ここ月曜日に上髭の陰線をつけて昨日が比較的大きな陰線で引けてくれてたらよかったんですが、また再びこの三角持ち合いの中に戻されてきてるんですよね。で、昨日の下髭っていうのがだいたい半分ぐらいになってますので、実体半分、下髭半分というところで方向感のない動きをしているのがわかります。それもこの GMMA 付近というところで現在は方向感がなくなっているというのと、この三角持ち合いを抜けきれていないというところが問題ですね。現在また三角持ち合いの中に戻されてはきているんですが、インジケーターを見てますとまだまだ弱いですね。ストキャスティクスも、これはあまり方向感がない、中でぐちゃぐちゃっとしているので分かりにくいですが、それでもデッドクロス仕掛けている。そしてマクディもまだ下落モメンタムを維持というところで、基本的にはまだ下げていくと考えてます。現在はこの白のボックスの中で動いているとは考えてますが、このボックス下限付近を次目指してきたときは、今まで何度も1、2、3、4回という風にサポートされている部分ではあるんですが、そろそろ下抜けそうというところ。ただここにオレンジのトレンドラインもありますので、もう一度反発してからの下落になるのかという雰囲気ですね。今は下落のターゲットとしてはこのボックス下限の160円ぐらい、もしくはこの水色の平行チャンネルの下限ぐらいをイメージしてまして、ただ三角持ち合いを下抜けると、その三角持ち合いの支点ですね、この辺付近まで下落してくることも多いので、158円ぐらいを一応イメージしてるんですが、今このまま下げてくるとちょうどこの辺、158円ぐらいのところに水色の平行チャンネル下限もありますので、この辺付近がターゲットかなというふうにも見えます。ただこの160円付近っていうのもこのオレンジのトレンドラインと重なる部分でもありますので、160円、158円、この辺をターゲットに今は下落してくるんじゃないのかなと見ております。ただ下げるとは思ってるんですが、なかなかに下髭も出てますので、買い圧力も結構あるというところで難しい動きをしているなという印象です。では4時間足です。ここの黄色のゾーン付近がかなり抵抗になっているのがわかります。その辺付近で上げ渋って、そこから昨日を下落してきてます。昨日も結局戻しをつけずにそのまま続落、そして一度大きな陽線をつけておりますね。この陽線がちょっと厄介だなと思ってまして、このまま下に張り付いてくれればよかったんですが、この陽線の部分が日足の下髭部分になってます。で、ここがね、ちょっと分かりにくいなと思ってまして、結構強めの陽線になってますので、ここから上昇しそうな雰囲気にも見えるんですね。基本的には GMMA は下向いてます。MACD もまだ下落モメンタムを維持しているんですが、ストキャスティクス安値圏からのゴールデンクロスをしてます。ここもそうですね。安値圏からのゴールデンクロス。ここ結構強めに上げてますので、今回も上げてくるんじゃないのかなというふうにも感じます。ただ、やはり GMMA 下向いてますし、日足のインジケーターも弱いですので、あまり上げずに下げてくるんだろうとは思うんですが、どこまで上昇してくるかですね。今ここからこのまま下落するのか、ただ陽線大きいのが出現してますので、一旦は上を目指しそうにも見えます。その場合はここでの3損を描きに行くのかというところですね。上昇してきてもこの GMMA にぶつかるところではまた戻り売りポイントだとは考えるんですが、やはり方向感がないというところで、上がったら売られ、下がったら買われみたいな動きを本日もしそうなイメージですね。で、ターゲットとしては先ほど言ってましたこの辺ですね。158円ぐらいまで下げてくるんじゃないかと。ここの水色の平行チャンネルの下限がこの辺。そしてここ、3点結んでるんですが、ざっくりとですけれども、この黄色のラインですね。この辺付近の延長されたところ、この辺付近がターゲットになるんじゃないかなとは考えてます。ただ、ストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロスして上昇中ですので、ここから上昇してきたとしたら、この黄色のゾーンに再び入ってくる。で、黄色のゾーンの中でまた揉み合う可能性も考えてます。ただ、あまり上げるイメージではありませんので、やはり上昇したところは戻り売りとして、やっていきたいなと思いますので、上昇を取るなら短く利確がいいんじゃないのかなと考えてます。現在は4時間足こんな感じでトレンドを描いて下落中なんですよね。で、その中でここですけれども、一旦の戻しがつきかけた
という風にも取れます。戻り高値は超えてません。で、1時間足の今目線は下なんですね。で、4時間足の目線切り替えポイントはここにあって、4時間足単位では上だと考えてます。ですので、方向性としては4時間上、1時間下で目線がバラバラで分かりにくいんですが、で、今、その中でも小さくトレンドを描きながら下落してきた。で、ここで一度上昇で、この上昇のこの N 波動みたいな感じで一旦上げてるんですよね。で、そこから下落してきて、この上昇が次、この高値ですね、164.4 付近、ここを超えられないとそこからの下落に再び入っていくとは考えられます。ただ、今までみたいなこの、下落とは違って少し分かりにくい動きをしてますので、そろそろ下げ止まりかなという感じもしますので、一旦下落はするでしょうけれども、反発も結構ここでも入ってますよね。この長い下髭ですし、ここでも急激に反発してますので、下げてきてもそろそろ下げ止まりと思いますので、この辺付近では次は大きめの上昇に入っていくんじゃないのかなというふうにも考えられます。では1時間足です。昨日説明していたのがちょうどこの平行チャンネルを割るかどうかっていうところだったと思うんですが、そこから一旦下抜けて戻しをつけての下落となっております。今小さくトレンドを描いて下落中というところで、今ここから上昇してきてもこの黄色丸あたり、それからもう一つ上ですね、163.5 円あたり、この辺は反応してくるのかなと思いますが、このまま続落する可能性もありますが、上昇してきたとしたらこの黄色丸、そして 163.5 円付近、それから次はこの黄色のゾーンですよね。ここが164円の手前ぐらいになるんですが、この辺が意識されてくるのかなと考えてます。で、この辺付近164円手前まで上昇してくると、ここでは3損がイメージできますので、その辺は大きく意識されると考えますが、それまでに小さく意識されるポイントが、小さくトレンドをつけてますので、要所要所にありますので、その辺をめどに戻り売りを仕掛けていくのがいいのかなと見てます。1時間足はストキャスティクスが今下落中なんですが、思ったほどチャート自体は、下がっておりません。夜中ですので動きが乏しかったっていうこともありますが、今度1時間足のストキャスティクスが安値圏に来たところでは再び上昇してくると思うんですね。上昇っていうのはここから上げてくるっていうことなんですが、今ここでの上昇っていうのはここでの上昇ですので、おそらく安値圏に来たところでは再び大きく上げてくると考えます。その時にどの辺で止まってくるのかっていうのがポイントだと見てますので、もしこの黄色のゾーンまで上がってくれば、そこは戻り売りポイント。で、それまでのこの黄色丸だとか、163.5 円付近だとかいうところも引っかかってくると思いますので、その辺をめどに戻り売りを仕掛けていくのがいいかと。そして、ここの黄色のゾーンですね。この今、昨日の安値付近。ここを明確に下抜けてくる。実体ベースで下抜けてきたときは、そこからのまた再び戻り売りで、今度は160円ぐらいを目指していけると思いますが、今4時間足のストキャスティクスがゴールデンクロスしているところがちょっと、ネックかなと見ております。それがどこまで上げていくのかっていうところですね。本日それで、比較的上昇する可能性もありますが、上がってきたところは戻り売りポイントと考えておりますので、その辺でトレードしていければいいんじゃないでしょうか。本日、9時半でしたかね、CPI の発表がありますので、その辺まではドルの強さがまちまちになる可能性もありますので、値動きが小さいというか分かりにくい動きをしそうですので、そこまでは注意ですね。できればその9時半の結果を待って、そこからのトレードをする方がいいかもしれません。ので、やはり本日もまだ分かりにくい動きをするかもしれませんので、その辺は注意して、ただし上昇してきたところは売っていってもいいと思ってますので、基本的には戻り売り。で、強く反発するところもありますので、こういった節目では短期的にロングを取っていくのもありだとは思ってます。また160円ぐらいも強く反発してくると思いますので、その辺でのボラの高さを利用してのロングエントリーもありだと思いますので、その辺で短くトレードしていくのが本日もいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。